目指せ世界一。はいどうも、あきです。今日はね、なりたい職業ランキングでパティシエが1位を取りましたよっていう内容のお話です。まずこのランキング、学研教育総合研究所というところが毎年行っている調査で、全国の小学生に将来なりたい職業のアンケートを取って、発表しているものになります。で、ついこの間ね、年末に発表されたランキングでパティシエが全体の 7.7% を獲得して、見事1位になりましたよということで、全国のパティシエの皆さんおめでとうございます。小学生の憧れの職業です。で、この調査ね、男女別の内訳を見てみるとさらに面白くて、女子人気が圧倒的に高いんですね。なんと女子全体の 14.3% がなりたい職業として、パティシエを挙げてますと。ちなみに男子は 1% で18位ということで、男子にはそんなに人気がないんですね。本当に女子の憧れの職業ということで、ちなみにこのなりたい職業ランキング調査っていうのは、いろんな機関が行ってまして、学研の他に、日本 FP 協会、ベネッセ、第一生命、ソニー生命なんか本当にね、いろんな、機関が、調査を行ってるんですけども、大体どの調査の中でもパティシエってトップ10に入るぐらい人気の職業になってます。この結果僕は本当に嬉しくて、僕自身も小学生の頃からずっとお菓子を作ってて、最初は母親の隣で、作ってるのを見るのが楽しくて、そこからきっかけで自分で作るようにもなって、初めて人にあげたのは小学4年生の時で、あんまり野菜が好きじゃない子がいてて、その子が野菜なんとか食べれるようにと思って人参のパウンドケーキをね、作っていったっていうのが一番最初で、もうその時のパウンドケーキね、人参すりおろして水切ってないもんやから、もう焼いた後でもうすごい水分出てきてべっちゃべちゃのパウンドケーキになって、今思うとすごい出来やったなって思うんやけど、それでも友達喜んでくれたし、自分も作ってて楽しかったしっていうので、今でもそれはすごくいい思い出になってて、なんでね、性別は違うけども小学生の憧れの職業であるっていうことはね、すごく嬉しいなと思います。ただね、さらに詳しく調査内容を見ていくと興味深いことが分かってきて、これね、学年別の割合になってます。で、小学1年生では 24% の子が希望してるんですが、学年が上がるにつれて割合は減少していって、小学6年生では 7% で看護師の 9% に次ぐ2位になってしまってるんですね。で、さらに範囲を広げて中学生高校生を見ていくと、パティシエってもうランク外になってて、でその代わりに上がってくるのが、会社員、公務員、教師なんかの職業が、上位に上がってきているということですね。でここから先は、自分の解釈なんですけども、パティシエって現実的な職業じゃないよねって思われてるんじゃないかなと思ってて、そもそもお店で働くのも大変だし、長い間修行して、貯金して借金してお店出してやっていくっていうのはさらに大変だし、将来稼いで食べていけるような職業じゃないよね、やっていけるのは一握りだけですよねって、思われてるんじゃないかなと思ってて、だから安定的な会社員とか公務員とか学校の先生とかが人気になってくるんじゃないかなと思ってます。要するに現実が見えてくるっていうことですね。確かにね、そういう側面もあるかなと思います。この間ニュースになったエスコヤマさんの労働問題の件もあるし、否定はできないと。ただ大手企業とかホテルとかはもう労働環境の改善がかなり進んでて、以前ほどの負担はなくなってきてますと。で個人店においても改善はかなり進んでて、労働環境のいいお店っていうのはたくさんありますと。むしろ最近ね、逆に言われてるのが、職場に残って練習とかができない環境になってしまっているので、技術をつけさせてあげるのが難しいということはすごく言われてます。これは本当にね、いろんなシェフの方々が口々に言われているので間違いなくて、技術向上も業務のうちだとみなされるので、通常業務が終わったらもうすぐに帰りなさいと、もうそこから先の練習は残業になってしまうからすぐに帰りなさいって、言われるような時代になってます。そういう時代になってるんだけども、ただ一つ思うのは、その食べていくためにやりたいことを諦めるっていうのはもったいないなと思います。確かにね、現実問題として稼いで生活していくっていうのは大事なことなんだけども、それと同じぐらい自分のやりたいことを悔いなくやるっていうのも大事なんじゃないかなと僕は思ってます。いろいろとね、問題はあるんですけども、
単純に考えてパティシエっていうのはすごく夢のある職業だなと思ってて、自分が作ってて楽しいもので人が喜んでくれるんやから、これ以上幸せなことはないなって思ってて、ただね、時代は進んでるし、これから新しい選択肢を示す必要はあるんじゃないかなと思ってて、僕はフリーランスとして、お店を構えずに、ショコラティエとして一人で活動してるんですけど、こうやって YouTube とかあとインスタで発信したりとか、たまにネットで販売したりとかセミナーしたり、最近はねオンラインサロンなんかも始めたりして、本当にね好き放題やってて、めちゃくちゃ楽しく生活してるんですけど、ただそれでね食っていけませんでしたではね話にならないので、ちゃんと、それでやっていけてますよっていうのを証明しないといけないと思っています。もちろんね今までみたいに、お店で働くのも、独立してお店を構えるっていうのもありやと思うんだけども、こういうスタイルのフリーランスっていう形もあるんやなっていうのを知ってもらえたら嬉しいなと思います。あと僕ね動画の最初に必ず目指せ世界一って言うてるんやけども、あれネタでも何でもなくて本気で言ってて、チョコレートの世界大会があって、それで1位を取るっていうのを目標にしてて、もしね世界一のショコラティエがフリーランスで一人でやってるってなったら、それだけですごい説得力とか、発信力も得られるんじゃないかなと思って頑張ってやってます。応援してくれる方はねぜひいいねとかチャンネル登録とか、あと概要欄にねいろいろとリンクも貼ってますので、覗いてもらえると嬉しいです。というわけで、本日の動画は以上になります。今年もよろしくお願いします。さよなら。